皆様お疲れ様です。ジョン吉です。にゃんたです。本日もカービィちゃんたちと頑張っていきましょう。コンビニコアボに一番の人直近でもいろいろイベントがあったね。で、ボーはドちゃんのぬいぐるみゲットできて至福だったよ。コンビニコラボもサンドイッチガチで美味しすぎて毎日食べてました。あれ普通に売ってほしいくらい好き。もうすぐ去年のフェスの BD の発売も控えてるし楽しみだね。動画制作やお絵描きのお供にビルデ確定ですわ。我々もカービィちゃんを見習って頑張っていきましょう。変なサブン作って遊んでる場合じゃないね。いいじゃん、大人になるとそういう日もあるんだ。さて前回でシルバーリーグに昇格したので、今回もその上を目指していこうか。新しいコピー能力やゲームも増えてくるのでぜひお楽しみください。それじゃあ頑張るぞ。お、さて早速新ゲームの解説をば。これも2D 視点だね。なんか出てきた。シリーズおなじみのボンカースのパラドックスポケモンです。鋼、格闘タイプかな。こちら VS ロボボンカースは、この中央のロボボンカースゴリラみたいなやつに対して、大砲にロケットを込めて攻撃していき、ロボットに対して一番ダメージを与えた人の勝利というルールです。直接攻撃するんじゃなくてロケットを当てていくんだね。直接攻撃することができないわけではないですが、基本的には大砲にロケットをいかに多く組み込むかのゲームですね。当然、お互い殴り合いしてロケットを奪い合うんだね。あとはダウンした相手を大砲に入れてしまうのもありですね。ロケットを担いでいる時は無防備になってしまうので、邪魔な相手は決しておくに越したことはないです。ボンカースの攻撃よきつつ敵の攻撃もよきつつでなかなか忙しそう。ロケットや大砲に群がってきた相手と混戦になりがちなので、自分の体力はちゃんと把握しておいた方がいいですね。で、ボンカースはある程度ダメージを与えると、こんな感じでグロッキー状態になるので、すかさず攻撃を加えに行きましょう。このタイミングが大量得点のチャンスだね。ここもボンカース叩くのに夢中になってると敵の攻撃に巻き込まれちゃうので、自分とボンカースで相手を挟むようなポジション取りするのが理想ですな。このタイミングで一気に引き返したね。ここまで僅差だからもうちょい頑張らないと、ひたすら殴る。CPU が左下に固まってくれてるからやりたい放題だ。潰し合いで消えてくれるのが理想ですな。で、体力を削り切ると最初と同じ大砲のフェーズに戻ります。リンゴマッチとかと同じで特別なミサイルも出現。これは一撃1500のダメージ与えられるので積極的に集めに行きましょう。もう体力少ないよ。やられそうじゃん。イヤホンと気づいたら体力ごっそり減ってるんですよ。ゴールデンミサイルをつぎ込めたのだけはせめてもの救い。だいぶ差がついてるのでまあ大丈夫っしょ。結構なタイムロスだね。グロッキー状態の時に倒されちゃうと目も当てられませんぞ。さあ2度目のチャンスタイム。この絶妙な高さの段差が憎たらしいね。最後まで連打出し切っちゃうと上に登ってやりづらくなっちゃうんですよね。一撃が重い能力の方がいいかもしれませんね。こういうのもありですぞ。ナンパバトであって感じ。友達の家でやって喧嘩になるやつ。友情を破壊してこそ真のパーティーゲームですよ。まあそれだけ夢中になれるほど面白いってことで一つ。倍近く点数差したね。ラストヒット取ったらボーナスもらえるんだ。狙ってやるのは難しそうですけどね。はい。どんどん行きましょう。またインタビューに来てる。今日はモブはドちゃんに話しかけてるのかな。我々ではなかったか。しゃあない。まだまだ実績が足らないでしょ。ゴールドリーグくらいに行けばみんなにチヤホヤしてもらえるかな。承認欲求モンスターやん。でも動機は不純でもやる気があるならいいか。ほう。見てくれてる人はいるみたいだよ。ありがてえ。こういうコメントはお世辞でも嬉しいもんですよね。我々も動画や X でコメントお待ちしてます。ごめんなさいよ、恥ずかしい。なんでそんな迷惑系 YouTuber みたいなことをしたな。面白いとでも思ったのか。わさび農家とハウス食品の人に謝れ。その前に大王様に謝るべきでは？全然反省してなくて草。平和だな。
のゲームに行きましょう。ゲーセンとかにあるエアホッケーみたいな形だね。まさにそれモチーフのゲームで、真ん中のディスクに攻撃を加えたり掴んで投げたりするとディスクが弾かれて飛んでいきます。それを相手にぶつけるゲームですね。このゲームは体力制じゃなく、ディスクで相手を弾いた回数が多い方が勝つというルールなので、相手が弾いたディスクに当たらないようにするのが良いですぞ。自分が弾いたディスクには当たっても大丈夫みたいだから、ディスクの主導権を握り続けるのが大事っぽいね。反省の強い技を振り続けて相手とディスクを両方巻き込んでいく戦法がいい感じでしたよ。自ら避けるのはなかなかしんどいですから、相手がディスクに近づいたら素直に逃げるのがいいかもですね。遠距離攻撃も相手の攻撃の繰り返しにはいいかもね。しっかりと当てれるならそれもいいかもね。今のうちに担いで逃げ回っちゃろ。悪質な遅延行為はおやめください。立派な戦略なんだが。観客冷え冷えだよきっと。で、ある程度時間が経つと突如始まるルーレット。ここで選ばれた相手を弾ければ得点がプラスアルファされます。これ選ばれた人にとってめちゃめちゃ不利なルーレットだね。ルーレットと言いながら1位が毎回選ばれるわけじゃないの？選ばれやすくなるってのはありそうですね。ただ毎回1位が狙って選ばれてるわけではないっぽいです。再開の時に選ばれてたらしょったな。露骨2回に有利にしちゃうとみんな前半頑張らなくなっちゃいますからね。グルメフェスの悪口はそこまでだよ。誰もそんなこと言ってないんですけど。フロントバードさんお疲れ様です。見てて思ったけど、敵の攻撃で KO された場合は点数に加算されないんだね。わざと KO されちゃうのもありな気がする。ルーレットで選ばれちゃったらありな選択かも。でもやっぱりガンガン相手にぶつけてくのが正義よ。気持ちいい。ほんと飛び道具好きだな。よくやりましたぞ。どんどんさてここからはカットしがちなその他のゲームを見ていきましょう。以前のリーグでできた種目だね。ゲームの難易度を上げるために、ハンデが加えられた状態で行うことになります。繰り返しプレイでも飽きが来ないように工夫されてるね。ビンゴマッチは20点差がついた状態からスタート。それじゃあハンティングは幽霊が見たい。なんかもうガチャガチャでわけわかんないのこれ。なかなかエキサイティングですよ。アタックライダーズはバイクに20秒間乗り続ける追加ルール。逃げ回る要素も必要になってくるのか。追加ルールではこれが一番しんどかったかな。実は何回か失敗してます。普通に難しいんだね。動画では緩い部分しか紹介してませんが、CPU 相手でも普通に楽しめますよ。さあそんなこんなでポイントも貯まりましたので、昇格戦に挑んで参りましょうぞ。頑張ってこう。ワドちゃん内部強気だね。たかだか一時間余りで布団を獅子に変える。勝利とはそういうものだ。君は何言ってるの？それはそうと細々とだけど応援してくれる子たちが増えてきましたよ。君たちには子さんファンを名乗る権利を与えよう。数年後に SNS が荒れる未来しか見えないよ。数年後に語ってもらえるなら御の字ですよ。確かに。ついに我々にもインタビューが来ましたよ。テンパって変なこと言わないようにしなよ。実家でお母さんが似てるかもしれない。お母さん、マジ？勝てそうか。どうかだって、電脳に負けることか。やめろバカ野郎。はい、どうも、いやーやっぱり緊張しますね。あんまり覚えてないですけどバッチリでした？バッチリバッチリ。お母さんに会うのが楽しみだね。応援してくれてるって言ってたのになんかそっけないな。そう言いながらこっちに向かってこっそりウィンクしてくれてそう。あらやだ金谷マンさんイケメンじゃない。よしじゃあ張り切っていきましょう。しまっていこう。初戦はロボボンカースだね。事前に得た学びを生かして戦っていきたいね。武器は今回から登場したパラソルで戦っていきます。癖のない使い勝手と防御性能の高さが売りです。ワドちゃんと武器が無理してるけどまあしょうがないか。新しい能力も紹介しつつだとどうしてもね、パラソルはそこそこ連打が効く上に通常攻撃に吹っ飛ばしがないのが結構便利だったりします。吹っ飛ばしがない方がいいの？相手に壁を背負わせた状態なら結構いやらしい動きができますよ。回転攻撃はこうフィールドが広いと当てにくいね。カウンター気味に使っていくのが強いんだと思います。全然使ってないじゃん。まだ慣れてないんですよ。と言ってる間に初回チャンスタイム。結構点差は慣れちゃってるけど。なんのここからですよ。これはいいポジション。下に降りて挟み込みたいですね。梅原が画面端横に判定が広いからいい感じにまとめて攻撃できてるね。ちゃんとやったらすぐ抜けれるんだろうけど、
CPU ならボンカースに攻撃しつつ相手を拘束できるのでいいですよ。あっという間に巻き返しました。ゴールデンミサイルもあるからまだ気は抜けないね。ミサイル持ってる相手には吹っ飛ばしがある回転攻撃の方がいいか。無防備の相手になら当てやすいです。さあここでダメ押しのゴールデンミサイル、勝ちを盤石にしていきましょう。担いだ時に限ってビーム床がないのなんなん。よく見る風景。さあ2回目チャンスタイム、ここでさらに突き放しましょう。相手方一方打ってるしもう余裕だね。さすがにこの点差は覆せませんよ。というわけで早送りタイム。リーグ戦で早送りすんの？こうでもしないと動画の尺が長くなるにゃ。せやな。ラス非棒な凄みでも勝ちましたな。やったぜ。第2戦はみんな大好きインゴマッチ。結局これが一番好き。好きな競技が頻繁にリーグ戦で出てくるのは嬉しいね。コピー能力は忍者でいきましょう。私は遊びがないからあんま好きじゃないけど。好きな人もいるんだからやめなさいよ。リンゴのジュース。失礼しました。さて、リンゴマッチ動画にするの3回目くらいだから早送り気味でお送りします。どんどん適当になっていくな。どっちかというと慎重気に重点置きたいですしね。まあそれはわかる。あとは場外でのやりとりがみんな可愛すぎてつい。こんだけカービィキャラが喋るのも珍しいからね。モブはドちゃんたちとのやりとりもこのゲームの良さだよね。ってやってくとどんどん動画時間が伸びちゃうんですよ。素直にやってると30分超えちゃいますし。最初の方の動画30分超えてるの何個かなかったっけ？ストーリー OK のゲームの実況って難しいなって今更思います。そこは今後の課題だね。ゲームセット。やったぜ。さあいよいよ最終戦だね。おなじみガチンコしが気合対決。ここ落としたら結局終わりだから頑張りましょう。最後はハンバーグ師匠ですな。最終戦はさすがにノーカットでいきますよ。この競技こそ両方ノックアウトしないと終わらないから間延びしちゃいそうだけど。さすがの私も学びましたよ。体力調整して2体同時に倒せば1回で終わるってことをね。ほう、大した自信だな。してその心は？ウィップは相手を引き寄せて担げるんですが、担いだ相手をもう一人にぶつけて、これでまとめてノックアウトしちゃおうっていう作戦です。なるほど。動画の尺短くするために一応色々考えてるんだね。長いと編集も大変なんですよ。そうこうしてるうちにいい感じに削れてきましたよ。ウィップは指定が長いから使いやすそうだね。使ってて楽しいし個人的には好き。ここいらで掴んで投げるを繰り返しますぞ。このヘビタこそが、ぴょんぴさん真面目にやってください。私はいつだって真剣だよ。今チャンス今チャンス。もうこれなくちゃった方が早いんだよ。やったぜ。おおむね予定通りにいったね。やったー編集が楽になるぞ。やめなさいみっともない。はい。スムーズに終わってよかったね。芝気合対決の時は毎回意識してああしましょうかね。さあゴールドリーグに上がりました。いいぞいいぞ。いいペースじゃん。誰だ出てこい。白々しいにも程がありますよ。メタナイトさんオフスオフス、ディスカバリーのストーリークリア時にはお世話になりました。メタナイトソードだけ入手難易度の割に性能壊れてるんだよな。夢の泉で出てきた時にカービィのお兄さんっていう設定が都市伝説レベルで流れてなかった？私もお兄ちゃんにそう吹き込まれて大人になるまで信じてましたよ。昔はそういうの多かったね。エスタークは10ターン以内で倒しても仲間になりません。そういうのが手前でデラックス山盛りケーキが食べたかったのかな。公式でスイーツ大好きクール系男子認定されてるから全部言い訳に聞こえますね。さてさてメタナイトさんも参戦ということで、ゴールドリーグの攻略も楽しみになってまいりましたな。次回も引き続き頑張って引きますので、よろしければ次の動画も見てくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。